こんにちは、ハンマーです。今回は水彩で1号を描いていきたいと思います。まずは下書きを進めていきます。この辺りはサクサク進めていきたいので倍速でご覧ください。はい、いちごのつぶつぶ部分は斜めに交差する線を引いてから描いていくと書き進めやすいです。ちょうど交差した接している部分、そこにいちごのつぶつぶの部分を描いていきます。さあ、だいたい下書きができてきたので、これから着彩に入っていきます。使用する絵の具はパーマネントイエロー、バーミリオン、オペラ、コンポーズブルー、この4種類の絵の具を使って塗っていきます。まずは黄色い絵の具、これを大まかに上の部分に塗っていきます。今度は下のところをバーミリオンとオペラ、パーマネントイエローを混色して塗っていきます。ヘタの部分はパーマネントイエローとコンポーズブルーを混色して緑色を作ってから全体に塗り進めていきます。奥の影の部分はコンポーズブルーを多めにして塗り重ねていって色の変化をつけていきます。部分的に赤色味も入っていたので、そのあたりもにじませて描いています。今度は中心部分ですね。この辺りが特に濃くなっていくので、絵の具をやや少なめにして、赤い発色をより強調しながら塗っていきます。この塗る部分なんですが、ちょうどつぶつぶのへこみの部分ですね、その近辺のところを塗り残すようにして描いていきます。そうすることでいちごの表面の、特徴がより表現できていきます。中心以外のところは、このつぶつぶのへこみの部分がちょっと暗くなってくるので、そのあたりのところに絵の具を塗っていきます。へこみ部分の、周辺ですね、その周りのところが明るく見えるので、そのあたりを塗り残しながら表面の部分を塗っていきます。こうすることで明るいところで中間の濃さができてくるので、よりへこみの形が引き立って見えてきます。今度は影の部分を塗っていきます。青い色味をベースに塗っていって、それから赤紫の色を塗り重ねていって、いちごを感じるような色味を使うことでより自然な影の色として見えてきます。乾いてくると全体が一段淡く見えてくるので、これからはさらに濃さを強めていきます。今まで塗り進めていった感じで、もう一度色を塗り重ねていき、濃さを強調していきます。
明るすぎる部分があれば、上からうっすらと塗って、少し色味を落ち着かせてあげます。左上から光が当たっているので、黄色みの色を使って温かみと光が当たっている表現をしていきます。さあ、このつぶつぶのへこみの部分をよりへこみを強調していくときに、濃さをもう一段強めて描いていきます。つぶつぶのへこみの部分を濃さを強めて、より引き立てていきます。今度はヘタのところの細かい表現ですね。だいぶイチゴの果肉部分は鮮やかさが引き立ってきたので、葉っぱの表現、ヘタの表現をもう一段濃さを強めていきます。影のところは、緑みは感じるんですが、ちょっと青みを多めに使いながら表現していきます。今度は水だけつけた筆を使ってこすってつぶつぶ部分の絵の具を取って明るくしていきます。で取り終えたら今度は黄色みを加えてあげて、よりつぶつぶの種の部分の色を表現していきます。この辺りは微妙な色味の表現になってくるので、少し塗っては、ぼかして、で中心部分が特に濃くなってくるので、塗り重ねながら、右側の方または下の方に向かってちょっとぼかしを使いながら丸みを表現していきます。あまり難しく考えすぎなくていいんですが、へこみのところが特に暗くなってきて、へこみの周辺のところは明るく、その周りの表面部分のところは中間の濃さになってくるというような表現になります。だいぶ仕上がってきて、これからはハイライトの部分ですね。この辺りを絵の具を取ってツヤ感を表現していきます。今回は白い絵の具を使わないで描いてみようかなと思っているので、白抜きを筆を使ってしていきます。下の影のところをさらに、濃さを強めていきます。基本は赤紫の色味で塗っていくんですが、右の方に向かって、黄色みを混ぜることで少しほんのりと、ヘタの緑みを感じることができます。それからは
また赤紫の色味を足していったり、色のグラデーションを使って影を描いていきます。今度は最後の、仕上げの、細かいこの表面の凹凸の表現ですね。そのあたりを塗っていきます。このあたりも右側周辺、このあたりも反射光は入ってくるんですが、あまりにも明るすぎるとリンゴ全体の立体感が損なわれてしまうので、右下の設置しているところはほんのりと色味を重ねて若干陰った濃さで描いてあげます。さあ、そろそろ完成です。今までご視聴ありがとうございました。最後に高評価、チャンネル登録していただけると今後の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。